皆さんこんにちは。写真家の井上弘樹です。井上が住んでいるこの地域では、キタキツネやエゾリスたちが春を感じているのか、忙しそうにしているのを見かけるようになってきています。先日尻尾がごぼうのようになったキツネ母さんを見かけました。ネズミを見つけてガブリと捕まえている様子からすると、まあ元気そうにしているのが分かりました。道路の上を走って逃げるネズミを捕まえるその身のこなしさはさすがでした。ドライブレコーダーに映っているものですからちょっと小さいのですが、見えるでしょうか。こんな感じ。いい身のこなしですよね。この時期になると丘のあちこちで見かけるようになるのがキタキツネのカップル。オスのキツネから砂糖大根ビートをもらったメスの喜びようはひどくて、なんというかね、このキツネのオスが羨ましかったです。井上はしばらくそういうのないんですけどね。はい。キネズミことエゾリスたちも元気そうにしていました。近頃のカメラの進化は素晴らしく、2017年末に愛用するカメラメーカーのオートフォーカスの技術者にリクエストした動物瞳 AF、これが2019年にキツネ仕様で実装されて、今は小さなエゾリスにまで対応するようになっています。そのことが嬉しかったんですけども、撮ったのは井上ではなく機材だったと言わざるを得ない時代になってきているのかなというふうに感じます。さあ、撮影お疲れちゃん飯もチェックしておきましょう。キタキツネやエゾリスの撮影で体が冷えた後の辛い担々麺がたまりません。北海道の美瑛町内にあるチャイさん、ここの担々麺、麻婆豆腐が美味しすぎるんです。iPhone で撮ったこの撮影お疲れちゃん飯の写真、撮影時のピントは最も心が惹かれる厚切りチャーシューに合わせています。こちらはこの収録の3日前に立ち寄っていた中部国際空港セントレアでいただいたうな丼。iPhone のカメラを使って 35mm 版換算値 50mm 相当で撮影をしています。背景のボケは iPhone のポートレートモードを使わずに、モバイル版のライトルームに搭載されているぼかし機能を使って違和感が少なくなるように調整をしています。モバイル版のライトルームの方が iPhone のポートレートモードを使うより深度分析が正確な印象です。結構うまく撮れてますよね。はい。近頃はこのようなものを撮っていました。さて今回の写真表現ゼミでは、やはり単焦点レンズと題して単焦点レンズの魅力に迫りたいと思います。単焦点レンズの魅力を4つの角度から見てみることにしましょう。1つ目、高い解像感。2つ目、大きな開放の絞り。3つ目に小型軽量。4つ目に創造的な制約。ではそれぞれを詳しく見ていきましょう。1つ目、高い解像感。こちらは2012年の秋に北海道の美瑛町で撮影していた1枚です。EXIF の撮影日を確認したら10月2日になっていました。井上が写真家になろうと決意して北海道に移住したのが9月30日だったので、一人修行3日目に撮っていたカットということになります。この写真を紹介するときにこんな話をしてしまうとなんだか気恥ずかしくなるので、これぐらいにしといた方がいいなと思うんですが、このカットだいぶ古い機材で撮影しています。でもなかなかシャープないい感じで写っていますよね。カメラ系家電量販店で買ったこのレンズ、確か24,800円にポイント 10% などというかなり買いやすい値付けのレンズだったことを覚えています。単焦点レンズの魅力の一つに高い解像感が挙げられているのですが、より複雑な機構を持つズームレンズに比べて光学性能的に高い解像感を得られるというだけでなく、価格面でも安価な価格帯から高い解像感を得られるということがあるという見逃せない魅力があるのです。さあそこから10ヶ月後、秋から冬、そして春から夏へとぐるっと季節が回って小麦の収穫期が近い麦秋の頃の一枚です。北海道の麦秋というのはそうですね、7月の下旬から8月の第1週の頃です。カメラが NEX5 から NEX6 になって、レンズは純正の 35mmF1.8 の単焦点レンズをつけて撮っていたようです。このレンズは今でも現役レンズとして販売されているのですが、これを撮影していた2013年頃は4万円を切る価格だったことを覚えています。昨今の経済環境の中でこのレンズは値上げをされて、今は5万円ぐらいになっています。写真家になるぞと修行する貧乏だった井上にとってはとてもありがたいレンズでした。こちらは井上が最も気に入っているレンズの一つ、2016年頃に購入していた 55mm の F1.8 で撮ったものです。
今は別の 50mm のレンズを使うことが多いのですが、気に入っているので売らずにこうやって手元に置いたままにしています。これね。この作例に写っている木は富良野市にある春よ恋の木。美瑛町のクリスマスツリーの木とちょっと似ていますが別の木です。さあ、この赤枠部分を拡大してみましょう。長辺約8000ピクセルを長辺約2000ピクセルにトリミングしています。4分の1です。なかなかの描写だと思いませんか？単焦点レンズはレンズ設計がシンプルであるために画面全体にわたって一貫した高い解像度を期待することができます。これによって被写体の細部まで鮮明に捉えることが可能になって写真のクオリティを格段に向上させてくれます。手軽に高い解像感を楽しむことができるのはこのためと言えるでしょう。これだけの描写を維持するズームレンズを手に入れるためには今日の純正レンズの相場だとそうですね30万円ぐらいの予算が必要になるかもしれません。単焦点レンズであればそこまでを必要としないのが魅力なのかなと思います。ちなみにこの作例を撮ったこのレンズ、この動画を収録している2024年3月現在で10万円前後の価格で新品が販売されています。純正ズームレンズの高級ラインが30万円前後ですから単焦点レンズというのはやはりぐっと魅力的に見えてきます。2つ目、大きな開放の絞り。大きな開放の絞りを持つ単焦点レンズは被写界深度、ピントが合う奥行きの範囲を浅くすることができてこれによって背景を美しくぼかすことができます。この豊かなボケは被写体と背景を分離することができてこの分離によって被写体が明確に際立って写真を見る人の注意を被写体に集中させるという効果があります。こういった豊かなボケは立体感も強調してくれます。日が傾いてきた頃、夕暮れ時のパトロールに出かけた若いキタキツネが他の個体にたまたま出会ってしまって自身がここにいることをアピールするように耳を倒しながらクワーなんて言ってね叫んでいます。キツネの声ってのはあんまりかっこいいもんじゃないんですよ。ワワワワワとかってやってますからね。はい。F1.4 という絞り値でこの距離だと被写界深度は10センチぐらいでしょうか。胴体や前足そして尻尾はピントの範囲外です。手前の草もピントが合わずにボケています。これらのボケの効果によって前景、中景、背景という空間のレイヤーが生まれて写真に奥行きが感じられるようになります。これによってその写真はよりリアルで視覚的に楽しい作品へと昇華していくのです。単焦点レンズを語る上で欠かせないのがその大きな開放絞りです。この絞りが大きい、つまり F 値が小さいとレンズはより多くの光をカメラのセンサーに送り込むことができます。結果として薄暗い環境を撮影していても人間の目で見たような明るさ、あるいはそれ以上の明るさで撮影が可能になることがあります。この写真は夜の羽田空港を離陸する飛行機の窓から撮影したカットです。離陸直後のこの高度から地上を撮るには500分の1秒のシャッター速度でもブレるので流し撮りの要領でカメラを振りながら撮影すると良いです。暗いシーンでこれだけシャッター速度を速めているのに感度が ISO6400 で撮ることができているのは F1.4 という単焦点レンズならではの開放値、大きく絞りを開けることができていたためです。3つ目、小型軽量。単焦点レンズはズームレンズに比べて構造がシンプルであるためより小型で軽量に作ることができます。例えば先ほどからお見せしているこの井上が気に入っている 55mmF1.8 のレンズ、これは 280g です。同じような画質を得られるズームレンズはこの2倍ぐらいの重量ですし、なんといっても大きさが違います。この小型軽量という要素、これは長時間の撮影や移動が多い撮影で大きな利点となることでしょう。やっぱり単焦点レンズが便利なのです。慣れない街を歩きながら撮り回るとき、小型で軽い単焦点レンズは強い味方になってくれます。ある程度の画質を期待しつつ画角の自由さも期待して 24mm から 70mm あたりのズームレンズを持つとそれなりの大きさと重量になってしまいます。そこで覚悟を決めて単焦点レンズにしてしまえば重量も大きさも半分以下になって機動力が格段に上がることでしょう。こちらはパリの街角で撮っていた1枚。ファンドーム広場に通じる路地を渡った時に撮っていたもの。気に入った単焦点レンズがあって使い込んでさえいれば目の前にある光景がどれぐらいの画角の中に映るかという感覚がどんどん研ぎ澄まされていくかもしれません。ここいいなというところに通りかかったら一瞬だけファインダーを見るか、あるいは背面液晶をちらっと見るだけでね撮れるようになっていくのかもしれません。
ピラミッド駅という名前だったと思うんですが、パリの地下鉄メトロで撮っていた1枚。こういったところでさっと撮ってさっと次へ移動するという時にも、小さくて軽量で慣れた画角になるくらい使い込んだ単焦点レンズはとても魅力的と言えるでしょう。4つ目、創造的な画角の制約。単焦点レンズの使用時はズームに頼ることができないので、構図や被写体へのアプローチを考え直す必要があります。単焦点レンズの決まった画角は創造的な制約ということもできるでしょう。夕暮れ迫る滑走路から離陸しようとしている時に撮った1枚。一直線に伸びる滑走路は望遠気味にして圧縮効果を用いながら撮りたいものですが、この時手にしてたのは 50mm の単焦点レンズでした。制約されるわけです。そこで自分自身の位置を変えて画角の中に窓枠が見えるようにして機内から窓の外を見ているんだというシーンを作ってみました。ここに想像という点があって臨場感が高まる一枚になったのかなと思います。こちらは夕焼けの釧路空港での一枚。夕焼け空からアプローチしてくるボーイング737のシルエットを超望遠の 600mm の単焦点レンズで撮影していました。その後にスポットインする機体を見ていたら、その機体が黄金色に輝いています。しかし手元にあるのはひどく大きな 600mm の単焦点レンズだけでした。そう、制約があったんですね。並ぶ機装と、そして機体が奥へ絞られていく、シェイプされていくシルエットは一目で飛行機とわかるはずと言ってね、と切り取ったのがこの機体後部でした。ここに創造的な決断があるわけです。いかがでしょう、この夕日が映った一枚。インドネシアのバリやフィリピンのマニラと並んで世界三大夕日の街と言われる釧路ならではの一枚になったのかなと思います。キタキツネの子が思わず近くまで来てしまうことは少なくありません。少しでも大きく撮りたいと思って手にしていた 400mm の単焦点レンズの画角からはみ出てしまうぐらいの場所を悠々と歩かれてしまった時、考えるべきは体のどの部分を撮るのか、そしてその部分を画角の中にどうやって入れるべきなのか。このシーンだと目の位置や子狐が向かっている方向の空間の開け方を瞬時に判断しなければなりません。さらに言えば、この時にしっかりと連写をしておいて、動きや方向がうまく合った足運びの時のカットをその中から選びたいものです。撮影現場でこういった単焦点ならではの画角の制約があった時には、瞬間的に次の想像のための思考をしていたいものだなと思います。今回の写真表現ゼミはいかがでしたでしょうか。単焦点レンズが持つ4つの魅力を具体的な例を交えながら皆さんと一緒に見てきました。これらの制約を含む特性が私たちの写真表現に与える影響は計り知れません。撮影技術だけでなく創造という面も大切なのです。単焦点レンズはその両面を引き出すための素晴らしいツールということができるでしょう。やっぱり単焦点レンズ、皆様にもそういった印象が生まれつつあることと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。